儲かるアラーム設定3銘柄、値段の発表、悩むのは情報が足らないから。皆さんは投資チャンネルを見て資産は増えているでしょうか？勉強したつもりで資産は比例して増えていきましたでしょうか？他の投資チャンネルでおすすめ銘柄っていうのは延々と話しているけど、いつエントリーするか、いくらで差し値を入れるか、いくらで売るかとか全く共有されずに動画終わっちゃってますよね。僕の手法は人間の心理状況から需要と供給のバランスを数字の実績で判断する。そして割安で条件が揃って初めてエントリーする。そして勝率が高くて当たり前なんですよね。具体的なエントリーと利益確定の設定を公開している、珍しいチャンネル。エントリー、利益確定の売りの具体的な確定を公開していて、当初はね、他のチャンネルを見て、お金増えないなーって失敗するなーって僕の手法が安定してパフォーマンス出せるじゃんっていうことで、株のレポートを動画コンテンツにまとめて、出来上がった動画を見直して僕が復習する。つまり自分のための動画だったんですよね。値段まで教えてくれるなんて斬新すぎとか、なんでこんなチャンネル今までなかったのかな、見つけたことにすごいこれから有益性を感じるとか感想を頻繁にいただきます。現在では僕のコミュニティや家族で共有してみんなで資産を増やしていっています。あとは VTuber の魅力的な表現っていうのもこのチャンネルの特徴。投資情報を提供するだけじゃなくて VTuber のキャラクターを使って視覚的にも楽しめるコンテンツを、制作している。だから堅苦しい投資の情報も趣味として楽しんでほしいなと思うし、株チャンネルは顔出ししない人がほとんどだし、評論家のおじさんって感じがするんですよね。一方で僕は自分が儲けるように銘柄を見ているし、他の人を説得させることにコストをかけても資産って増えないので僕にとって有益なコンテンツを記録していきます。このチャンネル、小春のことは会社の後輩とか部下として最近の子はすごいなとか思っといてほしいです。それでは本題、スマホでアラーム設定して動き出した銘柄の監視をしていきましょう。アルゴリズム値段も言うからみんなが株を買ったらこの動画の値段を入力してお金を生み出す連技術っていうのを実践していきましょう。第1銘柄、証券番号1605インペックス。インペックスは原油や天然ガスの生産を行う企業で国内では最大手です。現在では開発生産を含めて20カ国以上でプロジェクトを展開している。5月14日に発表された第四半期の決算では500億円400万株を上限とする自社株買いも発表されました。発行株式総数による割合というのは 3.1% もあるため、自社株買いによる株価上昇効果も期待できそうですね。直近の決算では売上が前年比 3% 増えて5968億円、営業利益は3801億円、純利益は1218億円でした。業績が良くなってるなくらいは思っといてほしいですね。僕が業績の話をしている間、スマートフォンで1605って打ってもらって値段設定とアルゴリズムの設定をしてもらえればみんなのお金になっていくし、自分の指動かした環境が幸せに近づいていくと思います。で、営業は良かったから通期での純利益予想を従来の3300億円から3600円と情報修正しました。インペックスって言ったらなんて言っても筆頭株主が経済財務大臣っていう、つまり国が持っているから配当金っていうのは減らせないですよね。国の税収にも国の収入源にもなっているので、岸田総理以外ね、顔見たことなかった。経済財務大臣こんな顔してるんだな。約 20% の株式を保有しており、この事実が保有の安定化につながっていて、長期の投資家には鉄板ですね。筆頭株主が政府だと配当金を安定して高い利回りの傾向がすごく多い。だからゆうちょ銀行で定期預金にするよりはゆうちょの株を買った方が利回り 5% ぐらいを狙える。でも大半の人が知らないんだよね。貯金より配当金の方が多いってことは。それはいいんだ。台本制作時の5月24日の時ね、株価っていうのは2371円で配当利回りは 3.2%。短期的には横ばいですけど、中長期的には右肩上がりで上がってきてたんですよね。だから調整局面。以前みたいにそこまで下がるってことはないでしょう。配当金は74円で、2024年度は76円を予想しています。さらに3年以上の継続保有で3倍の3000円分に株主優待があるらしいですね。必要株主数が400株以上あるし、2000万円くらい持ってる人だったら買ってもいいんじゃないかな。僕は700万円くらいしかないから、メンバーで情報を集めてくれる人も、うわ、3倍じゃんと思って画像を貼ってきてくれました。チャット GPT による AI 株価予想については、現在の株価2371円に対して目標株価は2325円で 1.9% の下落余地があると、押し目を狙って長期保有をしようと。僕も同意見ですね。ではこのコンテンツのメインであるアラーム設定とアルゴリズムの設定を公開していきます。アラーム設定、アルゴリズムの悩まない自動運転コーナー。短期決算が5月15日に発表されて、その株価に与える影響を説明。さらに、信用残高から一般投資家の心理状況においても解説。で、最後にみんなの手元にあるスマートフォンでアラーム設
設定とアルゴリズムの設定を行うと、ご覧くださった時間は確実に有益であったと僕は感じます。僕は両親に直接お金はあげていないけど、お金が増えて老後の対策ができているので、親孝行できているかなって僕はね、満足しています。偉いね僕は。投資対象になったのは、配当利回りが 3.2% で、毎年増配しているし、減配して株価が下がるって心配はないな。決算単身が反映されてから株価の上昇の割に株価収益率っていうのは上がっていない。つまりみんなが思っているほど割高ではないってこと。絶対に欲しいっていうわけではないし僕は。でもそんな銘柄って 95% ぐらいいっぱいあるんだよね。で、その場合はアラームを50銘柄ぐらい僕は設定していて、値下がりした最も割安になった銘柄にエントリーするのが僕の手法。だから割と儲かるっていうか、それで生きていけるっていうね。さて、類似企業の比較を見ていきましょう。エネオスホールディングスが PR が 11.1 倍、石油資源開発が 7.8 とか、K&O エナジーグループか。これが 21.7 倍で、この ROE の収益率がこんな感じ。一番収益率は悪い。ただ、一つの要素がダメだったからって言って買っちゃいけないかっていうとそうではなくて、あくまでみんなが判断した値段、みんなの意識で株価っていうのは決定されているから、逸脱した株価指標でなければいいんですよ。同じ業界の銘柄と比較して一番割高だったとしても、許容範囲だったらエントリーの対象にする。その加減っていうのは中級者以上の慣れてないと、この感覚っていうのはわからない。許容範囲なのかな？ギャンブルなのかな？見極めは当たり前なんだけど、適当に買ってませんか？興奮しているだけじゃないの？それに乗せられてるだけじゃない？とにかくね、財務状況による割高ではないっていうことは確認できた。では次は実際に個人投資家の心理状況を見てみよう。5月15日から31日のデータは、好材料として株価に影響を与えているのがわかります。信用倍率っていうのも8倍から 6.7 倍に信用買いの減少で、デイトレーダーとかイナゴっていうのは集まっていないから、チャートっていうのは安定してきている。それと、信用買いが消化されていて株価は若干上昇している。それはどういうことかっていうと、消化より現物で全体的な量をいくらで買っているか、その回答は2390円になる。短期で勝負している投資家と配当でゆっくり持ってる長期投資家がこの値段でクロスしたんだろうね。で、僕の結論。チャートのトレンドは上昇していく流れ。長期で踏ん張れる投資家が下支えしている。だから今買ってもいいかな。ただ配当利回りがもっと高いのが欲しかったり、石油会社には興味がないっていうのと、他に持ちたい株がある。だから、アラーム設定で条件に合えば100株買っておく。予算がある人はこの値段で買っておけば利益も出せるでしょう。っていう程度かな。予算に余裕がある人だったら2370円で指し値を入れとくといい。損切りのラインは 9% 以内の損失に抑えて2757円。配当以上の利益 106% に到達したらトレーディング開始の2512円。この時点で利益は確定。利益幅は 3.3%、前回は 3.5% にしていたのがみんな覚えてるかな。みずみずに利益っていうのを見送るのがもったいなかったからこの数字に変更しました。下のアラーム設定の加減、アラーム上限が2500円。僕の予想が正しかったと確認するためのアラートです。上昇トレンドに入りやすいって言ってたから、やっぱり2500円以上いったかっていうためのアラーム。正しかったらね、気持ちいいし。で、加減2358円。このアラームが鳴った時は、優先的に買っていこうかな。割安になっていく、下降トレンドに入りそうかなみたいな配当がそのままっていう可能性が高いから。では次の銘柄いきます。まだアラーム設定ができてないよっていう人はタイムラインがあるんで、一回そこで巻き戻してもらって。最近高配当で話題になっているのが、証券番号2914日本タバコ産業。日本タバコ産業。略して JT は日本や世界でタバコの事業を展開していて、他にも食品や医薬品事業も行っていると。といってもタバコの収入が 90% 以上ですけどね。昔は日本専売公社っていう僕が生まれるずっと前のことかな。NTT 日本電電公社、JR 国鉄とか並んで国が大株主です。JT は6月と12月に配当金を提供する定番銘柄で、僕も一時持ってた時がありました。株主優待はね、ブルームテックっていう電子タバコをもらったんですよね。嬉しいけどね。で、メタルな感じがしてすごくかっこいいけど、そうはない。気持ちだけ受け取っとく。その配当金ですが、2024年度の予想配当金は194円。基本的に増配が続いていますが、2021年に安定的な増配の方針から配当成功を一度ね、75% 変更して減配しました。2023年には増配により190円と過去最高の配当金に今なっています。人気の株主優待を実施していたんだけど、2023年で廃止になりました。もう僕はね、1回だけもらって、最初で最後だったね。直近の決算では売上が7403億円。当期
利益は1573円とされていました。2024年度の当期利益予想は前年同期比の 5.7% 減の4550円とされていたんだけど、為替が円安になったじゃないですか。海外に収益が高いっていう企業は為替の影響を大きく受けるので、僕は普通は買わないですね。単純にタバコが嫌いなだけなのかもしれないし、今後の業績についてプラスの要因となるのが円安。リスクがあるとすればロシアで、ロシアの事業から撤退により利益が減少して配当金も減配になる可能性がある。これね、こんなにロシアってタバコもこもこ吸ってんのかな。別に戦争しようっていう人はね、ロシアがごく一部しかいないわけで、本当はもう家族と一緒に過ごして楽しいことをやっていつも通りに仕事をして幸せを求める国民なのに、そこからね、娯楽を取り上げる、撤退するっていうのは、それはちょっと違うんじゃないのって思うし、勝手に好きなことをやらせておけばいいと僕は思っています。というか、売上とか利益を日本に運んできてくれるんだったら、全然いいじゃんねっていう。現在の株価は4456円で2022年の2000円から2倍以上になっていますね。あの時買っとけばよかったっていう銘柄はよくあること。配当利回りは 4.35% で株価が2倍になってもまだまだ配当っていうのは高い。あの時買ってたら 1% の利回りとかありえないね。優待はなくなったけど、それでも十分に高い配当。信用倍率も14倍だからそう高くはないし、PR を見てもそう加熱してる感じはないね。それでは AI による株価の予想です。現在株価が4456円に対して、目標株価が4165円。ちょっと上がりすぎなんじゃないの？高すぎるんじゃないのかな？あとリスクの影響も考慮すると、マイナス 6.5% の下落の余地があると AI は予測しているようですね。はい。小春のアルゴリズムのコーナー。銘柄を購入時点ですでに勝敗は決まっている。それは孫子の兵法に書かれていたんだよね。3000年前の戦いの戦術論で。配当成功は高いけど減配はしていない。財務大臣が全体の株式の 40% を保有していて、国の収入となっていることから減配っていうのは認められないんですよね。利回り 4.2%。貯金してるのが本当に馬鹿げた行為っていうのが改めて思うね。知ってる人が増えないでほしいし、そういう配当のために働いている社畜がすごく多い割合でいてほしい。僕がお金持ちとか、みんながコミュニティの人たちがお金持ちになった場合、その配当金を貢ぐのはその他大勢の社畜たち。最高だよね。タバコの依存症になって早死にして、タバコを吸わない人よりたくさん税金払ってるのに、年金ももらわずに死んでもらいたい。国公認の麻薬と僕は思っちゃうよね。抹殺されそうだ、そんなことを言ってたら。日本の財務を保つためにも、やっぱりバカで無知な人は投資家より多くないと維持できないんだよね。今の株価は僕は割高って思うし、僕が判断するというか、グラフを見てね、業績以上に株価が上昇して、株価指標が割高に触れている、加熱しているんじゃないかなと思う。一方で上昇トレンド継続する場合が多いから、他の株チャンネルとか雑誌で紹介される理由もわかりますね。さて、これを見てください。個人投資家の心理状況もかなりね、過熱感があるのがわかる。信用倍率を見てみると、5月2日の時に 11.92 倍だったのに、5月31日になると信用倍率が15倍になって、信用買いが増えてるんですよね。ざっと100万株ぐらいは増えてる。順張りトレンドで株価チャートを見て、全員が儲かってる状態なんだよね、今。だから誰も売らないし、さらに株価が上がる。しかし、これは僕みたいに今この株を持っていない投資家からすれば、過熱感があるってわかるし、飛びつかないじゃないですか。エントリーしないから、重要な悪化がね、今後心配されます。稲子として一緒に乗って振り落とされる。そういう振り落とされる反動っていうのはとてつもなく大きいから、やっぱり僕はエントリーしないし、みんなが儲かってる、今上がってるから買えばいい、みたいなのは、分析でも投資でもないし、ギャンブル、もうパチンコのクソ野郎と一緒なんで、ここまで調べておいてエントリーしないっていうのはすごくもったいないように感じるんですけど、自制心がないと投資家ってやっぱりやってられないし、成り立たないし、みんなが過熱感にね、稲子として群がっても、パチンコのギャンブルクソ野郎と変わらないから、そこは我慢して。で、僕の投資手法は人間の心理状況から需要と供給のバランスを数字っていう実績で判断する。割安で条件が揃って初めてエントリーする。それは勝率が高くて当たり前なわけなんですよね。ここまで分析して加熱しているし、業績による割安に触れるような情報もなかったから、買わないかなっていう。じゃあ皆さんは、なんだ、ここまで見たのにメリットないのかっていうと、アラーム設定のその下の下限値に達するまで検討する必要がない。だから思考を節約することができる。
他の銘柄の分析に割くことができるっていうのがメリットですね。さて、その安さっていうのはおいくらなんでしょうか。配当自体はいいんだけど、チャートと個人投資家の心理状況から加熱しているので、これで利益が出ても逆にその負け癖がついてしまうからエントリーしない方がいい。一回買ったっていう実績や思い出に執着して何回も同じ手法でやるとこれ負け癖がつくのですごく怖いですね。関心を寄せていいなっていう値段は株価が4350円以下になってアラームが鳴った時、それ以外はもう他の魅力的な銘柄にエントリーしましょう。はじめ JT はいいなって思ったんだけど、意外と加熱してるなーって、ちょっとね、好きな銘柄じゃないっていうので少し厳しめになりましたね。じゃあ、3つ目の銘柄に行きます。証券番号7272覚えやすい。ヤマハ発動機。この会社はヤマハブランドで知られているオートバイやマリン事業、製造販売しています。楽器というイメージ、僕も楽器、フルートをやってたので、そういうイメージがあるんだけど、それとは別の分離した会社です。2024年から株式が3分割されて投資しやすくなった。投資しやすい、安い値段になっても、株主優待はあるので、また次の章を見てください。ヤマハ発動機の2024年度の配当金の予想は50円。2020年の配当金は20円だったけど、そこから増配が連続して続いていると。で、優待の話ですね。優待の内容はヤマハグループ、所在地の浜松にあるんだよね。結構僕の近くのところ。僕が豊橋だから、浜松にヤマハがあって確か近いよね。名産品とか関連商品の選ぶカタログギフトっていうのがもらえます。保有株式の数と保有の期間、年数によってポイントが認定されて、そのポイントに応じて好きな商品を選ぶことができます。100株以上で3年未満。僕の場合だったら1000ポイントなんだけど、3年以上になると2倍になる。2000ポイント。さらに3000株以上を3年以上保有することで最大5000ポイントまでもらえる。たくさんの資金を投入する割には還元率っていうのは減ってくるけど、資産が何千万ある人っていうのは投資先っていうのも少なくなってくるから、ヤマハを3000株以上持ってもいいんじゃないかな。僕のパパとか1000株とか単位で買うので、爽やかハンバーグを毎回僕だったら選んでます。静岡限定なのがね、余計美味しく感じるし、定期的に通っています。250g のげんこつハンバーグ。これがね、食べ応えがあって、これを頼むんですよ。物価の上昇で値上げいつだったっけするらしいですね。で、お昼時行くと、ご飯とパンがね、無料でついてくるっていう。中期経営計画で、総還元成功 40% っていう発表していて、以来安定した配当を提供していると。直近の決算は5月13日に発表されて、売上高、利益ともに増収増益となり、順調な内容でした。株価は1495円で、レンジというよりは少しずつ上昇している感じ。配当利回りは 3.35%、優待と合わせるともう少し高いし、100株が最大効率だね。このチャンネルは AI の予想っていうか、僕の期待値ですね。そっちの方が僕のチャンネルを見てる人には響くっていうかな、需要があるみたいで。これ考えるのも結構コストかかるんだよね。僕がこれくらい悩むっていうことは皆さんね、悩むっていうかもう答えも出せずにいて、適当に買って、なんで失敗したか、儲かったかも理由がわかんないから再現できずに、株ってやっぱりわかんないな、怖いなっていうのがあると思うんですよね。それって情報が足らないからわかんないんだよね。暗闇の中歩いてる。それは視覚の情報が足らないから。で、はっきりと物が見えたとする。昼、公園を散歩するのは道がめちゃくちゃ見えてるわけなんで、明確に。怖いかっていうと違うよね。安心するよね。のんびりする。リラックスできるよね。情報がたくさんあるから。安全だって分かってるから。株価の上昇にしては、PER の業績が反映されているから、過熱感っていうのはそんなにない。PR が8倍っていうから、僕は好きな銘柄なので持っててもいいな。少なくても100はね、無条件に今持ってもいいな。決算発表後から5月31日にかけて信用倍率が20倍から11倍に改善していた。それでもね、値上がりして十分な利益が出せたって途中退場している人が多い。そんな個人投資家が多くいるみたいだね。しかし株価は上昇を続けている。出来高が多くなっている。長期組が継続的に買ってきているように感じませんか？出来高が増えているっていうことは、抜けていく、退場していく人よりも、買いたいって長期として購入してエントリーしてくる入ってくるやつの方が多いから値段っていうのは板としてどんどん上にね積み重なっていくから上がっていくんです。アルゴリズムの設定JT とは違って割安だった株価が適正値に見直されつつ財務状況心理状況はこれからエントリーする側にとって有利だなっていう状況でした。だから買ってもいいかな。優待があって配当金が高いしかつ僕の好きな銘柄なので1485円だったら買ってもいいな。はい、値段の説明
1450円以下になったら理由を調べる必要のためにアラームセットを行います。なんでここまで下がったのかな、意思的なものなのかな、買い待ちしていいのかなって。で、僕の動画っていうのは、1、2週間のタイムラグがあるので、数週間から数ヶ月ごとのスイングトレードの手法ですね。僕もやってるので、相性が良かったっていうの。そうそう。とにかくタイムラグがあるので、皆さん、個人のスマホで設定してください。僕は1、2週間遅れて、この銘柄は退散、損切りした方がいいよって言っても間に合わないので、自信がないっていう人でも、買おうと思った銘柄が大きく動いた理由を調べるってことは勉強になるから、自分で行動して勉強しないと経験値っていうのは上がらない。最後に自己検査の話ね。人生に友達は必要か。精神医学的に、僕の経験では非常にメンタル的に悪い状況っていうのは孤独なんですよね。一人でいることがメンタル的に良くない。元気がいい時、調子がいい時、若い時っていうのは一人でも問題ないんですよ。へこんだり、失敗した、落ち込んだ時に一人でいるっていうのは、そこから回復することっていうのはね、難しいっていうかできない人もいる。それが鬱になったり、一人で抱え込んでね、何回もネガティブなことをぐるぐると同じことを繰り返すから、鬱になってしまう。楽しいことを考える余裕がなくなってしまうから。だから、孤独になるっていうのは、精神的な落ち込みや、最終的に年を取った時の孤独のことを言っているんです。孤独な人と人間関係が充実な人では、平均寿命が5歳くらい違うと言われているんです。僕も孤独めちゃくちゃ怖いし、独身でね、早く子供とか家族欲しいなという年齢です。会社を退職して急に老ける人っているじゃないですか。理由はね、生きる理由がなくなるから。なぜかというと、人から必要とされなくなるから。交流がなくなって脳にすごく悪い影響、脳にすごく悪くてね、認知症まっしぐらなんですよ。僕は実家暮らしなので、パパとママがいて、お互いが健康寿命に僕がもう話してね、貢献してるんだろうなって。自分より先にね、死んじゃうっていうのは当たり前のことなんだけど、みんなよりっていうか自分が納得するような幸せで、健康な体でみんなより5年、10年長く生きるっていうことはできるんでしょうね。僕に子供がいたとしても、社会人になって家を出ていく。僕はまだ実家にいるけどね、最終的に友達がいるかで、孤独を防ぐ方法になる。たくさんいる必要っていうのはなくてね、友達は。自分の本心を話せる人が3人くらいいればいい。人生を豊かに楽しくなる。結論言うと、健康で楽しく生きるためには友達が数人必要というわけ。僕は YouTuber になりたいとか、投資家になりたいって思って、足を引っ張るような友達とは縁を切って、結局誰も付き合わずに一人で突っ走ってきて、孤独っていうのは感じてきて、精神的に病んだ時もあったけど、今はね、コミュニティのメンバーがコメントをしてくださったり、話しかけたりとか、僕を中心として集まってくれるから、YouTuber やっててよかったなって思うし、お金を持ってても孤独っていうと、全然幸せじゃないんだよ。だから、お金に困らず仲間も集まって、体も若くて健康である。だから僕は今すごく幸せな状態だね。皆さんは今幸せでしょうか？ YouTube の概要欄にイットリンクっていうのがあって、その中にここをクリックすると、僕の手紙を直接物理的に受け取れるものだったり、直接話して電話っていうかな、ミーティングができるのがあって、今ね、5人くらいいらっしゃいます。お金取るのかって思ったじゃないですか。でもお金がある人たちにとって、たった5000円で人間関係が克服できる。そこで幸せになれるっていうんだったら、めちゃくちゃ安いなっていうのを、後で僕は分かりましたね。じゃあなんでこの値段かっていうと、まだね、コミュニティの人数っていうか、運営の人数が少ないから、力が欲しいんですよね、助けが。意見をちょっと欲しいなと。人数の増加と伴って株価みたいにね、値段が上がっていくっていうので、今は割とお得なんじゃないかなって思います。それでは皆さん、仕事も遊びも株式投資もね、全力で頑張っていきましょう。また知りたい銘柄がある、これ買いたいんだとか迷ったんだ。コメントはとりあえず今はね、全員に返信するようになっています。アウトプットして記憶に定着させて、僕との交流して、ちょっと幸せな気持ちになりたいという人はね、コメントお願いします。とにかく、幸せにまた会いましょう。バイバイ。